どれだけイケイケに振る舞っても男には隠しきれないか弱さがある。ぶっちゃけホストやって思ったのはなんかこう本当辛いことがずっと多くて、金を求めて飛び込んだ歌舞伎町だけど店ガチャが外れた。瀕死状態のホストクラブ、一体どうなる。いくぞナイス。閉店から8ヶ月、ようやく看板を出せるようになった。そんなやめんの？これまでお届けした通り、売れっ子は全員いなくなり、つまり箱だけあって商品がない。誰もが言う、その辺の素人を集めて再建なんかできっこないが、ローランドは批判を完全無視。本当にお店を再開するらしい。一番最初のお客様。開店早々、今年からホストを始めた一期が同伴出勤。いらっしゃい。この人が一番記念すべき一番。すごい。私はうなぎで会食の予定だったんですよ。うなぎをお弁当にしてます。だから今日は初日だけど私は持ち込みする。持ち込みでしょ。なんか縁起良さそう。すると続々。はじめましてで初め。すいません、今日八王子から来ました。八王子から？とりあえず超美味しそう。ソフトドリンクに会食だったからお酒飲めない。初日は死ぬ気で指名客を連れてこい。颯太からの指令に新人たちも応える。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。ありがとうありがとう。後で乾杯させてください。こちらのホスト、見覚えあるだろうか。ジーパン職人やってたんですよ。あ、そうですか。そうだ。それ作ってて、今はちょっとキャバクラのちょっとボーイスターをしてるんですよ。右よいしょ。はい、左よいしょ。はい、不合格。ちょっとローランさん待ってください。圧倒的陽キャ感で採用された元キャバクラボーイ雪村京介だ。いいですか。オーディションマジおもろくて、こいつ俺そのなんかオンエアの時に唯一こいつはちゃんと撮ろうみたいな思ったのが、確か2日目だったっけ1日目だったっけ。2日目か。2日目で唯一こいつだけだった。そうこれ単例で大丈夫？単例。いや、これのものらしい。それオッケー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 。なるほど。一応あれなんですよ。予算決まってるんですよ。どのぐらい？欲しいです。予算を聞くなりこのリアクション。素が出てしまった様子だが、果たしてもうそれまではマジですごいね。これが嬉しい。今こうやって言われる。高っ。初めてでしょだって。初めてでしょ。初めて50。伸びしろ。先輩風を吹かす颯太だが、実は業界歴たった2年のひよっこホスト。自分が取ったオーダーより今夜ははるかに嬉しそうな様子で、もうなんか俺がさ今ここのお店の一番上だからさ、もうここでお客様が呼べなかったりとかさ、後輩が数字言ってくれなかったらもうなんか全部おろしになるからさ、もう本当ありがとうございますありがとうございます本当ありがとう。どうにかこう花をこうなんか添えたかったんで。こうして新人が育っていく。それを知り尽くすローランドに想定外の新人が。ラノベのお客様ってどんな感じですか？前に70代。あいつなんかすごいっすよ。ロマネのパチモンかと思った意外と。ロマネのパチモンとは一体。失礼し
ます。だったみたいな。お邪魔します。ラノベ2人来たよ。ラノベ誰がラノベや言ってくれて。それはもう生まれてきてくれてありがとうってまず確かにロマネ風というかローランド風のこの男、もともとゲーム配信者として活動、その後名古屋でホスト兼内勤として働き、7月に入店したラノベ。他のホストとは一線を画す独特の気品が。ラノベは強いのゲーム。僕ゲームネタ枠って結構面白い。面白い。自分で言うのもなんですけど面白いです。面白枠なんだ。あるようなないような。僕でもこれ本当に今日は尊敬で寄せたんですけど、髪型もともとこの髪型でした。いやそうらしいね、しかも昨日ねみんなで決起集会みたいなしてご飯食べてたのよ。でそこ男しかもちろんいないわけよ、その決起集会だから一人だけちゃんとヘアセットしてきてた。いやいやあるかもしれない。いやいやそう街中でねすれ違った女の子が恋するかもしれない。ローランド風ホストといえば、売り上げよりもそのキャラで注目を集めるネタ枠のイメージだが、ラノベはしょっぱな70万円の高級シャンパンをぶち込み、俺は出落ちホストではないと言わんばかりだ。僕まだおしめの LINE を知らなくて、笑顔にできたらテーマがあって、もしお嬢様の気持ちを動かせたらその後の姫マイクでイエスかノーで LINE をしてくれるかも。今このマイクにかかってんのよ。よしいけいけいきまーす。かませかませ一発でやる。いや気持ち伝えます。オッケーオッケー行こう。好きなシャンパンを聞かれたIKKOさん。いやガチじゃん。ガチのドンペリー。いいでしょ。 LINE 交換はどれだけ高級なシャンパンを入れても LINE 交換は NG だったらしい。そして向かいのテーブルも要は素人ホストのはずなのだが、我らの同級生の新しい門出を祝って今日は打ち上げていきましょう。こんにちは。こちらも高価なシャンパンをいきなりゲット。なんと彼、早稲田大学からホストクラブに新卒入社した月城渚。クラブがシックで悩んでシックにしました。悩んだっていうのはご自身に選択肢があったってことですか？はい、僕は5期生と1週間違いなんですけど、面接で入ったのでどっちでも選べる状況でした。新人同士横一線のスタートとなるシックの方が自分が活躍しやすいのではという高学歴らしい戦略的な考えでシックを希望。嬉しいな。さらにこの新人、ただの高学歴ではない。俺と会長同じ車乗ってます。ベンツ。久しぶりだね。ローランドの愛車、推定3000万超えの高級車だ。先輩になんか車何持ってんのみたいなトークになった時に、普通になんかそう先輩に気遣って「いや自分持ってないです」とか言うじゃん。これやっぱさすがだからやっぱ僕 SL っすねみたいな変な空気になってなんかクルーザー持ってない？クルーザーってどれぐらいですか？どれぐらいですか？持ってるやつのリアクションじゃん。ものによっては持ってますのリアクションじゃん。ベッドとかありますでも中に。お前絶対先輩の前で言うな。絶対先輩の前で言うな。あと常にハングリーでいろ。クルーザーなんかないかのように働け。高学歴かつ金持ち、なんか鼻につく気もするが意外な一面も。最初こいつ出勤初日の日に遅刻してきたのよ。で「お前遅刻とかしてんじゃねえよ」みたいな言われました。言って「こいつ絶対売れねえな」みたいな。みんななんか運営陣が「あんなダメなやつ売れないな」みたいな言われてたんだけど、で店で飲んでたのよ、打ち上げみたいな感じで。で先輩が履いちゃって
でやっぱ誰が掃除するかになったら後輩が掃除しなきゃいけないのよ。で一番後輩でも俺こいつがもともと金持ち裕福なの知ってたからそういうのやらないタイプだろうなと思ってたのよ。こいつはもう率先して素手とかで掃除しててこれで掃除した。その時になんかこういう子はなんかちょっと応援してあげたいなってそこでちょっと気持ちが変わったっていう。そうだから多分地球で初めてクルーザー持ってるのに素手でゲロ掃除したとそこに懐かしい顔も駆けつけた。めっちゃ久々ですね。ドキドキしてる。めっちゃ久しぶりじゃん。本当に多分8年ぶりですよ。なんか髪型ちょっと似てるかぶってないなんかぎこちないね。いやぎこちないですよ。あんだけ気が入ったら。こちらのお二人はベーコンなるほど申し訳ないです。そうローランドの元上司で良き理解者のセナラン社長ともう一人はサランとかショーとかねプラチナにいたじゃないですか。負けた時にうわ悔しいなってめっちゃ泣きそうになるんですけどその時に、売りかけしたら俺勝ってたのになんであんなやつ負けんだみたいなやっぱ思うわけですよ。第2位早乙女サラン総支配人1229万9000円83本です。ローランドとバチバチで4月度第1位ローランド取締役2006万8000円90本です。お互いこの無表情。今月もありがとうございます。いいえ降りなかったら潰れるんでやっぱね当時は透かしているのがステータスでもあったがお互い牽制し合ったライバルホスト早乙女サラン。現在はホストクラブ2店舗の統括をしている。お願いします。ちょっと紹介させてください。うちの代表候補をやってるソータっていうこと、あと最近頑張ってるヒロオミという。ヒロミと申します。うわ緊張する。頼むぞ。いやでもカリスマなんかいろいろ聞いた方がいい。本当だね。失礼します。多分そのシックの再建の一番のキーだよね。そうなんです。でもやっぱ棚ぼたな感じありますけどね。でもなんかすごくだって3、4年だよねまだね。いや僕2年とちょっとぐらいです。僕が1年5ヶ月です。短いですよ。入店 1,2 年目にして立ち上げ責任者となるのはまさに異例。これには歌舞伎町歴が長い蘭社長もなんかあんまりこう長期でやるっていうイメージがないからでも確かにそうかもしれないです。確かにだからその1年プレイヤーとか2年プレイヤーでももうそこら辺のなんか楽にやってるやつらの10年分ぐらいの箔があるっていうかいやでもそう言っただけでは嬉しいですけど本当に適当にやりながらあと2年やるぐらいだったら死ぬ気でやってあと半年とかあと1年から思っちゃう人間が多いからどうなんですかね。考え方によりますよね。でもやっぱそれでこのグループの評価とかが高いじゃない。いやありがたいですよね。ありがとうございます。いやもう僕たち本当乗っかってるだけなんで先輩方がその築き上げてくださったのに乗っかってるだけだから確かにだから本当棚ぼたですね。ローランドが生きててよかったよ。いや本当そうです。本当にそうです。ローランドにとって蘭社長はめったにいないメンターの一人。いや最近ねやっぱりね怒ることをね怒って聞くことだったら怒るけど皆様お察しの通りソータはおじさま受けが良さそうだ。怒ったらこうシャットアウトしそうだなみたいなみたいなから怒んない。僕は怒りますか。それで言うと。でもソータは何歳？僕25で6の代です。今6の代だとギリ一回試してみる。本当ですか。でも志高いから全然言っちゃう。いや怖いな。お会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。長い時間にさせて楽しかったです。ありがとうございます。すいません貴重なお時間ありがとうございます。ありがとうございます。業界が注目するザ・シックの再建劇。ライバル店にとっても素人集団の壮大な失敗が見もののはずだった。皆さんご存知の通り、僕はベラノッテからシックに来
たんですけど。そうだったんですか。いらっしゃいませ。どうもありがとうございます。声通るね。小さい頃からラーメンが好きで、20歳から26歳の現在までラーメンの修行をしております。ソータラが合格した第2回オーディションで不合格となるも、ローランド経営のイタリアンベラノッテで修行していたレンゲ。それでも2年間いじけなかった。だからローランドはホストとして大抜擢したのだ。みんなで今まで以上のシックの体験を俺たちでもっともっと盛り上げて作っていきましょう。よいしょ。さらに VIP ルームではみんなのおかげで姫さっき移籍してよかったって言ってローランドが準2世と期待する成海幸太郎も挨拶代わりのシャンパン。ナイスなマイクパフォーマンス。すっごい凝視された。すっごいドキドキした。こうやってまた新しいメンバーがね、この店盛り上げたいってこう集まってくれたのはすごい。この光景をあの時想像はしていたものの、やっぱ実際見るとこれがまさにこう俺が求めてたこれシックだなっていう。そして祭りを締めくくるのはフロアに燦然と輝く2つのシャンパンタワー。姫タワーめっちゃ久しぶりなんだよね。あ、そうなの。なんかそうあんまない。配信タワーは結構あるけど、姫タワー見るの初めてでしょ。もう初めてです。そうやな。そう、最近のシャンパンタワーのほとんどは投げ銭タワー。多くの人から広くお金を集め実施されるが、姫タワーは一人のお客さんが数百万円を支払う、そんなめったにないシャンパンタワーが一夜に2つ。シックの復活を象徴づける。画面越しの大勢に向けた配信用ではない、目の前のたった一人のために建てられた絢爛豪華なシャンパンタワー。マジありがとう。誰もがきらめいた時代を知らない平成2桁世代のソータとヒロオミ。とりあえずなんとか盛り上がっている。張り詰めた重圧の中、少しだけ戸惑ってるようにも見えた。だから本当にどう感謝を伝えたらいいのか俺は分からなくて、泣くなおい、頑張れ。僕次ホストやって思ったのはなんかこう本当辛いことがずっと多くて、ちょっと最後ぐらい目を出してください。お疲れ。沖縄で育ち自衛隊を辞めた。東京での芸能活動も全然続かなかった。ここザ・シックに入っても石ころ扱いだ。踏んだり蹴ったりのヒロオミの都合なんて誰も知らない。挙句の果てにお店も閉店。もう居場所なんてどこにもなかった。ソーダさんと2人で一緒にシック体験しようぜって言った話したら、ふざけんなって思ったことめっちゃあるし、こいつぶん殴ってやろうと思ったことめっちゃあったんですけど、ソーダさんと一緒に働けてよかったですよね。いや本当になんか会えてよかったなって思います。いや本当にありがとうございます。再建の責任者として実力も経験も足りないのは分かっていた。これぐらいやってこいよ。何しに来たんお前ら。本当は怒るタイプなんかじゃない。だけど偉そうに振る舞った。ありがとう。すごい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 。今になって少しだけ救われた気がした。
全員でやるか。みんなで楽しみしよう。あ、会長。Thank you。ありがとう。いやー、いいオープン日でしたね。まとめに来た。プロデューサー。めっちゃ良かったです。始めるのもしかしてレンゲさんですあ、俺がね。レンゲ仕切り。立ち位置。はい、お疲れ様です。まあ今日めっちゃ頑張ったなと思う人、挙手。俺頑張ったなと。まあ悪くないですね。悪くないですね。なんかまあ俺も今日見ててすげえみんな頑張ってくれたなと思いました。まあこういう営業、まあ今日がイベントだからっていう特別な日だからっていう、まあそういうモチベーションのね上げ方、もちろん下スタッフの方が多いと思うんだけど、これをどれだけまあ平場の営業でできるかどうかがまあめちゃくちゃ大事になってくるのかなと。これ今日の営業の一体感と今日の一日の頑張りと今日の一日指名で来てほしいなってこれほど強く願った日は多分なかったと思うんだけど、この日を忘れちゃいけないよねっていうところで、まあいい営業になったのかなと思います。お疲れ様です。いやー、俺正直オープン初日はそこまで期待してなくて、だからそこまでっていうか全く期待してなかったんだよ。俺とヒロミで卓、まあ10卓埋まればいいかなぐらいで思ってたんだけど、みんな俺がね死ぬ気でこの日呼べと言ったから、お客様を呼んでくれるだけではなくお客様にちゃんと気持ち伝えて、今日という日すごい売り上げが立ってる。この素人集団でこれだけやれたことを俺すごく誇りに思う。だからみんな自信持ってほしい。今日は俺は本当にみんなの動き意識全部満点だったと思ってるから、この日を忘れずにちゃんと一歩ずつ進んでいって最高のお店を作りましょう。最後にちょっとだけ言わせてください。僕が大事にしてる言葉があるんですけど、まあ笑われる夢の方が叶える価値があるんだと。まあ笑われない夢ってどういうことかというと、まあお前結構それぐらいだったらできるよなって思われてる夢なんですよ。で思い返すと、まあ俺は、この場所この空間で数ヶ月前に、いろんな人が離れていって、そしてそんな数少ないスタッフの前で、俺の価値観に合わない人はもう今日から帰ってくれと、もう一生来なくていいよと言って本当に来なかったわけですよ。まあそんな恥ずかしい思いをした空間がここです。まあ正直すごい悔しい思いがしました。でも絶対にこの場所を譲らないぞと思って空家賃払ってきました。で絶対負けないぞと思って、求人も頑張ったし、絶対負けないぞと言いまして毎日毎日、頑張ってきました。でその時に思ったのは、まあシックはもう終わった店だと、前がすごかったよねと、前を超えられないのに多分言ってると思うんですよ。でも俺がその時に思ったのは、こいつらの価値観変えてやったら、こいつらの期待をいい意味で裏切ってやったら、こいつらどういう表情するんだろうと、どうやって俺たちにひれ伏すんだろうって思ったらすごいワクワクするわけですよ。まあ、僕意地悪なんでやっぱり常に勝ち続けていきたいし、勝ちたがってるやつの負けた時の顔大好きなんですよね。意地悪なんで。だから今そういう気持ちでやってます。だから君たち今日参加して多分頑張ったやつ、もうちょい頑張れたな、なんか呼べなくて悔しいな、俺この中でやっていけるのかな、不安だな、やめちゃおうかなってやつもしかしたらいるかもしれません。でもやっぱり覚えておいてほしいのは、うちで働いている以上絶対に幸せにするし、責任持って面倒見られるなというやつしか採用していません。だから少なくとも頑張り続けてくれたら頑張ってよかったなと思わせるように、俺も全力で頑張るし責任持って、それができると断言します。なんで、まあ、俺たち、世間からしたら敗者復活戦みたいな、見られ方してるかもしれないですけど、俺たちは昨日も言ったように V 字復活なんかじゃねえぞと、もう常に上がり続ける、もうゼロからのスタート、I 字復活だと、言いましたね。本当にそれぐらいの気持ちで世間を、いい意味で期待を裏切ってあいつらの悔しい顔を眺めて、美味しい酒を飲んでやりましょう。いいですか。じゃあ肩組んで皆さん、よっしゃ行くぞ、シック行くぞで大きい声出してください。大丈夫？シック行くぞ、行くぞ、行くぞ、おーすか、大丈夫？じゃあシックこれから頑張っていくぞ解散お疲れ様でした。